こんにちは、ミッキーです。今回は自由が丘大人の休日カフェ6選としてご紹介します。個人的に大好きな大人の街、自由が丘。昨年は新たに誕生した注目スポット、自由が丘デュアオーネのご紹介をしましたけれども、その他にもたくさんの注目スポットが誕生している魅力の街です。清澄白河や錦糸町が男性好みの喫茶店やロースターが多い印象ですけれども、一方で自由が丘をはじめ東横線沿線は女性に人気な印象。広々と開放的な空間。昼間からも心地よい光を浴びつつ、少し高級感を感じる空気の中で素敵なカフェ時間を楽しめます。今回も素材にこだわったここだけの魅力をぎゅっと凝縮しましたので、ぜひ参考にしていただいて、春のカフェ巡りを楽しんでください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、まずはじめにご紹介しますのは2022年4月にオープンしましたオニバスコーヒーの自由が丘店です。過去にも奥沢の店舗をはじめ中目黒の店舗ですとか、少し業態を変えたアバウトライフコーヒーブリュワーズという形で渋谷のお店をご紹介してるんですけども、こちらのオニバスコーヒーさんは一味違った魅力が溢れる店舗です。もちろんこれまでにご紹介した店舗も魅力的でございますので、過去の動画等も確認していただければと思います。さて、そんなオニバスコーヒーさん、自由が丘の近くにあります奥沢に小さなロースタリーを開いてから10年以上、今や東京屈指の人気コーヒーショップとなりまして、私も大好きなコーヒー店です。毎年バレンタインのタイミングではオニバスコーヒーさんのオリジナルパッケージのチョコレートがあって、そのチョコレートにはコーヒービーンズが入っているといった形で、私もお気に入りのチョコレートになっています。そんな魅力的なオニバスコーヒーさん、オニバスというのはポルトガル語で公共バス、語源は万人のためにという意味です。コーヒーショップを社会インフラの一つと捉えているような面白い視点を持っています。実際私も家でコーヒー豆から引いてコーヒーを 3,4 杯飲むようなタイプなので、そんな社会インフラという考え方も非常に納得感がございます。そんなオニバスコーヒーさんといえば、とてもコスパよくスペシャリティコーヒーをいただけるというのが魅力のお店。高品質の木豆を仕入れて、それぞれの個性を生かすために浅煎りの自家焙煎にこだわっています。私もこちらのお店のステップといった浅煎りの黄色いパッケージのコーヒー豆が好きなので、たびたび購入させていただいています。さて、そんなオニバスコーヒーさんを開いたバリスタの坂尾さんは、まず質の高いコーヒーがあって、レストランのような皿盛りデザートや料理もある。オーストラリアで体験した全てが美味しいカフェをいつか自分でもやってみたかったということから生まれているお店です。そんな言葉通り、ここ自由が丘店ではコーヒーに合わせるフードやスイーツメニューが充実している点が特徴的です。フードに関しましては、平日は朝の9時から2時半まで、土日は朝の9時から2時までになってますので、その点だけご注意ください。もちろんその後5時の閉店までもスイーツといただくことはできます。バーガーマニア監修のハンバーガーや都内レストランで腕を磨いたシェフパティシエさんが手掛けるスイーツまで、確かに全てが美味しそうな雰囲気でございます。お店はとても人気でございまして、この日も平日に訪れているんですけども、結構満席でございました。ただテラス席があったりというところで、これからの季節は結構過ごしやすいかなと思いますので、店内が難しくてもテラス席でいただくというのもいいかもしれません。店内の内装にはスタッフさんや設計者さんが自ら伐採したといいます静岡県川根本町杉の間の材木を使用することで、木のぬくもりあふれる作りで心がほっと落ち着くような空間を作り上げてくれています。座席は店内ですとソファー席があったりとくつろぐこともできるのも魅力的です。さて、そんな中いただきましたのはこちらのクラッシュドアボカドオープンサンドイッチ、さらにポーチドエッグを追加していただくことにしました。ドリンクとしていただきましたのは、この日はちょっと暑かったのでアイスラテをいただくことにしました。もちろんスペシャリティコーヒーから入れたこだわりの一品、とても美味しいメニューになってますので、ぜひとも体験してみてほしいです。こちらのアボカドトーストは奥添製パンさんのサワードゥブレッドの上にさっぱりとしたクラッシュアボカドを乗っけた一品、自家製のスパイスデュッカをたっぷり振りかけている一品です。他の種類のオープンサンドもございましたし、ブリトーの提供があったりフムスの提供があったり、サラダやスープの提供もございました。写真付きのメニューはなかったんですけれども、例えばインスタグラム等で事前に調べていただいて気になるメニューがありましたら、お店で実際に注文していただくのも良さそうです。ちなみにモーニングメニューとしましてはグラノーラもしくはトーストから選ぶことができまして、11時までの限定メニューになっていましたので、朝いただきたいという方はそちらも参考にしていただければと思います。ブランチのメニューとしましては先ほどご紹介しましたハンバーガーとかフィッシュバーガーがおすすめです。
さらにキッズメニューの提供があったりとか、しょっぱい系のメニューですとミックスフライドポテトとかひよこ豆のファラフェルみたいなメニューもございましたので、そちらをコーヒーと合わせていただくのもいいかもしれません。またアルコールメニューの提供もございましたので、お店の営業時間こそ夕方までなんですけれども、朝もしくは昼からアルコールをいただきたいという方のニーズにも応えられるような店舗になっていました。続いてご紹介しますのは2022年6月にオープンしましたごまとさんです。こちらの店はごまを使ったメニューが魅力のカフェ。飲食店舗とテック人材向けコミュニティ型賃貸住宅との複合ビルアーブル自由が丘に入居しておりまして、スタイリッシュながら居心地の良い雰囲気も大きな魅力です。ちなみにこちらのごまとさんの隣に先ほどのオニバスコーヒーさんもありますので、本格的なコーヒーをいただきたい方は先ほどのオニバスコーヒーさん、ごまを使った料理をランチ等で楽しみたいという方はこちらに訪れていただくのがいいかもしれません。ごまとは創業160年以上、ごま一筋、角屋製油による初のカフェ業態。ごまで世界を幸せにをコンセプトに掲げます角屋さんだからこそ作り上げることができますごまの魅力を存分に活かしたメニューの数々は大注目です。ご覧のように大理石風のテーブルの模様だったりもなんとなくごまを感じるような雰囲気で遊び心も溢れているのかなと思いました。なんといってもこの自由が丘の街並みのおしゃれな感じ、高級感ある感じがそんなごまとさんの世界観に合うのかなと思いました。ごまとではごまの新しい使い方やごまの新しい魅力を知ってもらいたい。ごまと共にある食卓を目指しているとのことで、この日にいただいたメニューにつきましてもごまを様々な形で活用しているようでした。お食事系のメニューはもちろんのこと、新感覚のごまスイーツやドリンクも抜群。店内は結構アーティスティックな空間なんですけども、このごまとで提供されています調味料をはじめ、お土産として買っていただけるような商品も多数販売されていましたので、ぜひカフェタイムで料理が運ばれてくるまでの間、こちら確認していただいて、気に入ったものがあればご自宅用に購入されるのもいいかもしれません。またその説明だったりとかこだわりを見ているだけでもごまの勉強になるような雰囲気でございましたので、食に対してこだわりを持ちたい方なんかは結構楽しめるかなと思います。そんなごまとさんではお食事系メニューはもちろんのこと、新感覚のごまスイーツやドリンクも抜群。メニューについては季節ごとに限定メニューも提供されますので、そのあたりも訪れるたびに新たな発見ができそうなワクワク感を提供してくれます。さて入店しますと、まずはお茶でおもてなししてくれます。こちらの店では2024年の3月に大幅にリニューアルしたグランドメニューが魅力的。数種類のシーフードを合わせたカレーに黒練りごまとイカスミを加えた黒ごまシーフードカレー。白練りごま、生クリーム、卵、チーズのベースに白ごま豆乳クリームを合わせ、アクセントに白すりごまをかけて仕立てた白ごま豆乳カルボナーラ。スープに黒すりごまと黒練りごまをたっぷり入れて、黒すりごま入り肉味噌をトッピングしたごま油香る黒ごま担々麺。いずれもとても興味深いメニューに感じましたので、ぜひとも注文してみてほしいです。その中、今回注文しましたのはごまとプレート、あとは季節のごまシェイクと黒ごまモンブラン。今回は撮影に配慮いただきまして、すべてまとめて提供いただいたんですけども、もちろん、まずはプレートメニューを頼んだ後に食後にデザートとドリンクをいただくということもできます。さて、まずはこちらのごまとといえばの看板メニューでありますごまとプレート。入り、すり、練りごま、焙煎度合いが異なるごま油などを使ったプレートで11種類ものメニューを様々なごまを使った調理法を体験できる極上のプレートだと感じました。少量ずついただけますので、味わいを一つ一つ噛み締めながらいただけるというところも個人的には嬉しかったです。特にシンプルながら美味しいマグロ節に白いりごまと七味を混ぜたふりかけご飯はとてもお好みでした。このふりかけご飯のマグロ節本当に美味しかったので、ぜひ先ほどのプレートメニューに添えられた11種類のメニューと合わせながらいただいてほしいです。そして食後のデザートでいただきましたのは黒ごまモンブラン、そして季節の黒ごまシェイク。季節のシェイクは黒練りごまと自家製のわらび餅のバニラシェイク。ごまの風味が詰まった白練りごまが魅力のシェイクで、甘いけれどもさっぱりしたように感じられる不思議なドリンクでした。なんといってもこのグラス越しに見えるようなごまの模様を含めてとてもアーティスティックなのも嬉しいポイントです。さらに先ほど申し上げました通り、自家製わらび餅が入っているというところも含めて楽しめますので、そのあたりも隠し味っぽくて素敵でした。あとは黒ごまモンブラン。こちらは人気ナンバーワンのスイーツでございまして、濃厚だけれども甘すぎないごまのクリームを感じることができるモンブランで、添えられましたメレンゲはごま油の塗られたふんわり食感。
ごまの世界観が間違いなく変わりますごまと。ぜひこの機会に体験いただいて、ごまの魅力知っていただくと同時に、複数提供されますお気に入りのメニューを探してみてほしいです。続いてご紹介しますのは、2022年11月にリニューアルオープンしましたトレインチ自由が丘という施設です。こちらの施設はコンセプトを自然と過ごす街の合間でとした上で、個性豊かな店舗が立ち並ぶ賑やかな自由が丘駅の周辺において、緑豊かな屋外空間と居心地のいいラウンジで過ごせる、そんな空間だと言えます。こちらはもともと2006年に大井町線の自由が丘駅付近の大井町線車庫跡地に開業した商業施設なんですけども、今回2022年の11月にリニューアルオープンしております。そんなトレインチ自由が丘から今回は2店舗ほどご紹介するんですけども、とてもロケーションが良くて、駅から少しだけ離れているということもありまして、まさに閑静な住宅街の中に佇むおしゃれスポットといったイメージでございました。入居している店舗はテイクアウトが可能な店舗も多いので、例えばテイクアウトしていただいてお散歩をしながらいただくというのも個人的にはおすすめかもしれません。ちなみに冒頭で見せていました遊歩道のランドスケープデザイン及び環境演出はプラントハンターの西畑さんが率いる空植物園株式会社が手掛けていますので、そのこだわりな空間も体験してみてほしいです。さて、そんなトレインチ自由が丘さんからご紹介しますのは、施設の2階にオープンしていますカフェアンバー。過去に私の有名建築家特集でご紹介しましたローシュガーローストが手掛けた新店舗です。まさにローシュガーローストのこだわりの豆いただくことができますので、ぜひとも訪れてみてほしいですし、自然光が差し込むとても広々とした空間のカフェになっていますので、その空間の心地よさも体験してみてほしいです。ちなみにこちらはテフ自由が丘といいますレンタルオフィスやレンタルスタジオを併設する施設の一角として構えていますので、もし自由が丘周辺で作業をしたいという方はそちらのレンタルオフィスも活用していただくと良さそうです。さて、こちらの空間、とにかくクールでスタイリッシュ。直線的でコンクリートなどの素材が多いんですけれども、電車のボックス席みたいなイメージの椅子のグリーンや差し込む光とその影の暖かさで美しい空気感があります。なので光の差し込み具合をご自身で確認していただいて、気になる席に着席、その上でおしゃれな写真等も撮ってみてほしいです。もちろんシェアオフィスのラウンジとして利用できるようなカフェなので電源席もあります。なので作業向けにも抜群です。あとはローシュガーローストさんのこだわりのハンドドリップコーヒーの他にはクラフトビールや自然派ワインの提供もあります。営業時間としましても朝9時から夜9時までやっていますので、朝活の場所としても最適ですし、午後に作業をした後に夜はちょっとバースタイルでいただくというのもおすすめかもしれません。さて、こちらこの日に注文しましたアボカドトーストとアイスラテです。別の日に訪れました冒頭のオニバスコーヒーさんと同じような組み合わせになってしまったんですけども、またこちらは少し違った雰囲気のアボカドトースト、そしてラテだったので、ぜひ機会がありましたら2つの店舗を訪れていただいて、その違いにも触れてみてほしいです。私も数々の店舗を訪れていますけれども、オニバスコーヒーさんですとか、ローシュガーローストさん、あとはこの後ご紹介するような茶の子コーヒーロースターズさんなど、とても美味しいコーヒー店が集まっている地域でございますので、結構武骨で男の人が好きそうな江東区のカフェとは違って、大人の女性がたくさん訪れそうなこの自由が丘の空間、特に女性にお勧めできるような場所かなと思います。さて、もう一軒トレインチ自由が丘からお店をご紹介します。こちらは 3T カフェというところで2022年の11月にオープンしています。コンセプトはお茶の魅力をすべての人に。今までの知識や飲み方だけにこだわらない一人一人のライフスタイルに合った世界の3種類のお茶、緑茶、青茶、紅茶の新しい楽しみ方を発信しています。私も緑茶や紅茶もなんとなく知ってますし、普段も飲んでいるんですけども、青茶はあまり馴染みがなかったのと、実際に入れ方についての知識もそれほどなかったので、今回注文した後にその入れ方だったりとか、お茶ごとの特徴を知ることができて、とても勉強にもなりました。お茶のボーダレスな未来は、ここ 3T から始まると表現されていますお茶のカフェ。先ほどご紹介したアンバーさんは2階だったんですけども、こちらは1階にありまして、一面ガラス張りで明るく開放的な雰囲気です。お一人様やデート用に使えるようなカウンターではお茶を入れる様子だったりとか、カラフルな缶を眺めることができます。あと、ソファー席があったりしますので、そちらではゆったり過ごすことができますし、テラス席があるので、ペットが OK なところも嬉しいポイントです。こちらの店には世界地図のアートがございまして、お店で扱う30種類以上の茶葉は世界中から厳選しているとのこと。
今映しております通り、それらのお茶に関しましては、気に入った場合にはお家用に購入することも可能でございますので、ぜひ注文してみて気になったものを中心に買ってみてほしいです。また、店内に散見されます味のあるレンガ調の壁に関しましては、ボーダレスに世界のお茶が行き交った歴史のある中国の街並みのイメージをしているとのことです。そういったこだわりも含めてとても楽しめるような空間です。メニューとしておすすめなのは3種類の飲み比べセットでありますテイスティングフライトです。お茶に関しましては発酵度別で世界の茶葉を飲み比べできるようなメニューがあったりとか、特にアジアンティーに注目した飲み比べができたりとか、基本はホットなメニューなんですけども、コールドブリューで茶葉を飲み比べする、そんなメニューもございました。この日は世界の茶葉飲み比べセットというものを注文しまして、別途 T ジェラートのダブルでいただくことにしました。ジェラートもおすすめでございまして、セットにすると少し安くいただけますので、その点も注目してみてください。この日は私は世界の茶葉飲み比べのうち、発酵度が違うものを飲み比べするようなメニューをいただきました。一番右は日本の煎茶、真ん中は台湾のウーロン茶、左側はスリランカのセイロンになっています。目の前でお茶を入れてくれるんですけども、その時に抽出した茶葉に関しましては置いておいていただくことができますので、その香りも含めて楽しんでいただくといいかなと思います。また、こういった素材の味を楽しむためにも利用できるんですけども、他にもスパイス香るアッサムチャイですとか、濃厚宇治抹茶ラテなんかもありますので、ちょっと味付けが甘めなものが欲しいなという方はそちらを注文してみるのも良さそうです。そして飲み比べセットに添えていただきますこちらの紹介カードの中では、そのお茶に関する説明書き、また抽出についての詳細、そして味の分布なんかも知ることができますので、ぜひ参考にしていただければと思います。そしてもう一つは T ジェラート。こちら今回ダブルでいただいたんですけれども、シングルでいただくこともできますし、トリプルでいただくこともできます。この日に提供されていましたのは、基本となる6種類に加えまして、シーズナルメニューも2種類ございました。続いてご紹介しますのはチェルディの自由が丘店。こちらは冒頭でご紹介しましたオニバスコーヒーさんですとかごまとさんの近くにありますので、この辺りは最近登場した私が好きなお店が多いかなといった印象です。さて、こちらの店舗なんですけども、2022年12月に誕生して、2024年の1月15日から平日限定のアフタヌーンティーコースがスタートしております。今回は1月頃にかかった際の映像をご紹介するんですけども、アフタヌーンティーコースに関しましては季節ごとにまたメニューが変わってきますので、今のタイミングだと春のアフタヌーンティーセットになっています。今回は冬のアフタヌーンティーセットのご紹介をするんですけども、また違った雰囲気になっていまして、インスタグラム等でもご紹介されていますので、ぜひ確認していただいて気になった場合には注文してみてほしいです。さて、そんなチェルディさんなんですけども、50種類のワイン飲み放題メニューもありまして、1時間780円でいただくことができますので、今回はアフタヌーンティーご紹介するんですけども、例えばディナーに訪れていただいて、そういったものを注文するのもおすすめかもしれません。さて、まずご紹介しますのはアフタヌーンティーの厳選茶葉全部で8種類あるものです。いずれもこんな形で手元に茶葉の香りを確認した上でオーダーできますので、後悔がないように気になったお茶を注文していただきたいです。色だけでなくて香りからも感じることができますので、想像を膨らませることもできるかと思いますし、実際に入れていただいた後の印象はまた違ってきますので、店員さんに相談していただくのもいいかもしれません。紅茶はもちろんのこと、コーヒーも充実しています。また、カフェインを抑えたい方のためにソフトドリンクもオーダー可能でございますので、その辺もぜひ実際に確認していただいて、せっかく飲み放題なので、いろいろと味わってみてほしいです。さて、こちらが今回いただいたアフタヌーンティーセットのメニューになっていまして、ご覧のように見た目がめちゃくちゃ抜群です。今回冬のメニューは5500円になっていまして、季節ごとにもしかすると違うかもしれないんですけども、この見た目で5500円は破格かなと思っています。私も過去に日比谷編の動画で帝国ホテルのアフタヌーンティーとご紹介してるんですけども、そちらはザ・アフタヌーンティーといった形で英国式のスタイルでいただいています。こういったまさにお菓子の家みたいな雰囲気も別の良さがあって素敵ですよね。まさにリアル版ヘンゼルとグレーテルのようなお菓子でできたジオラマを体験できる贅沢企画です。せっかくなので可能な限りご紹介していこうと思います。まず見た目が美しい左の手前にありますいちごのプチミルフィーユについて。こちらはキャラメルリゼしたサクサクのパイにミルククリームとイチゴを乗せた見た目も可愛らしいミルフィーユです。手前にありますのはイチゴのギモーブというもので、イチゴのピューレで作ったもちもち食感が特徴的です。他にもたくさんの注目メニューがあるんですけども、ナチュラルカルチャーアートをコンセプトにイノベーティブな日本庭園をイメージしたプレートで用意していただいていました。ですので、スイーツ自体はもちろんのことをプレートの上に添えられました様々な飾り付け、もちろん食べられるメニューも含めてとても魅力的です。
さらにスイーツだけではなくて、お口直しのセイボリーもいただくことができます。セイボリーは全部で4種類。もともと本格イタリアンを売りにしているだけありまして、少量ながらもいずれもとても絶品になっていました。セイボリーに関しましては、一番右から菜園風のフリッタータ、ローストベニソン、2種のチーズと黒胡椒の全粒粉フォカッチャ、そして一番手前は焼きカリフラワーと西洋ネギのマリネです。スイーツを食べつつお口直しいただきつつ、紅茶も楽しみつつでぜひ味わってほしいです。続いてちょっと順番が前後してしまったんですけども、最初にいただきましたキウイとライム、ケールのスムージーです。少量なんですけども、スムージーの味わいしっかりいただくことができます。スムージーはもちろんのこと、提供いただいています土台の切り株のような木もとても美しいです。そしてこちらが注文した紅茶になっています。茶葉をしっかり抽出していただいて、結構たっぷりいただくことができますので、アフタヌーンティーあるあるだと思うんですけども、飲み終わった後には結構お腹タプタプです。こんな形で非常にコスパがいいアフタヌーンティーになってますので、ぜひともオーダーしてみてください。続いてご紹介しますのは、茶の子コーヒーロースタリーさんです。こちらは自由が丘にあります1980年創業のカフェ、茶の子のロースタリーとして2017年にオープンしたカフェです。奥沢神社の前に比較的大きな焙煎機を備えるロースタリーカフェ。ロースタリーと店名についています通り、自家焙煎のコーヒーが味わえるようなお店です。コーヒーはボディとフレーバーを最大限引き出すことを心がけつつ、最も浅いエチオピアも甘みを感じられるハイローストまで焙煎するこだわりっぷりです。豆に与える熱の総量を軸としつつ、焙煎釜のコントロールを意識しているとのことで、そんなこだわりのコーヒーをいただくことができるような空間です。店主の斉藤さんは、新しい香味を追求したコンセプトブレンド、毎日の暮らしに取り入れる手にできる贅沢をテーマにコーヒーの奥深さを提案され続けていますので、ぜひそういったコーヒーに対するこだわりもしていただいてほしいです。店内は木のぬくもりを感じるような優しい空間。本棚には本が詰まっておりまして、コーヒーを飲みながらそういった本を読んでいただくのもいいかもしれません。この日も実際に会話させていただいたんですけれども、コーヒーはもちろんのこと、音楽も大好きだということで、店内では音楽のミキサーがあったりというところで、BGM にもこだわっている様子でございました。基本的にはコーヒーを楽しめるお店なんですけれども、スイーツ類も結構充実していましたので、ぜひお気に入りのコーヒーと合わせてこういったスイーツもペアリングしていただいてみてほしいです。もちろんコーヒー豆の購入も可能でございますので、気に入ったコーヒーとか飲んでみたいコーヒーがあれば、豆をご購入いただいて、ご自宅用でも楽しむのもいいかもしれません。ちなみにお店では4月頃に新型のオーブンを導入したということでございまして、スイーツや焼き菓子は従来よりも少しアップデートされているということでございますので、以前に訪れたことがあるという方に関しましても、そのさらに進化した焼き菓子だったりスイーツを楽しんでみてほしいです。お店自体も朝9時からやっていますので、朝活にこちらを訪れていただいて仕事を始めるというのもおすすめかもしれません。さて、こちらこの日いただきましたカフェラテとチーズケーキタルト。この日はチーズケーキの他にあんバターサンドやティラミス、そしてクラシックプリンも販売されていましたので、気になるものはぜひ注文してみてほしいです。また、今回はカフェラテいただいたんですけれども、ハンドドリップの場合には好きな豆から選ぶことができますので、深入りから浅入りまで気になるものを注文していただくことができます。もちろんコーヒーのお店なんですけども、コーヒーがもし苦手だったとしても、自家製のジンジャーエールとか自家製のレモネードなんかも提供ありましたし、あとはアスタムティーの提供もございました。さらにミルクが苦手な方向けにソイミルクへの変更もできましたので、そちらも皆さんのお好みに合わせて注文してみてほしいです。以上、今回は自由が丘から大人の休日カフェ6選としてご紹介させていただきました。まさにタイトルの通り、大人の方が楽しめるような空間。一方でテラス席が多かったり、そもそもスペースが広々としている空間も結構ありますので、お子様連れやペット連れにもお勧めできるような空間です。そして、いずれも素材にこだわったようなメニューがたくさん提供されていますので、そのあたりもとても嬉しいポイントかなと思っています。また、自由が丘は以前に特集させていただきました通り、自由が丘デュアオーネという施設が誕生しておりまして、そちらの特集もしておりますので、気になる方はぜひそちらの特集も確認していただいて、自由が丘巡りをさらに充実させてほしいです。今後も再開発が進んでいく自由が丘、私自身も注目しつつ、これからもアップデート情報をお届けしていきます。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。